ここは冬の極北、外界から隔絶された氷の惑星。マイナス30度を下回る極寒の地でイヌイットたちは数千年にわたって生活し続けている。アラスカ、カナダ、ロシアの北極圏の先住民の中でもここグリーンランドに根ざした人々、彼らこそカラーリット。代々彼らはこの故郷をカラーリットヌナート、つまりカラーリットの島と呼び、陸と海、その全ての猛者たちと対峙し続けてきた。いったー顔。一歩踏み外せばそこは凍った海の底。今回は人間が生きられるギリギリの環境での氷上サバイバルに密着してみました。はい、皆さん、What's up？ バッパー翔太でございます。現在はグリーンランドの西海岸、氷山の町、イルリサットでございます。前回の動画でですね、グリーンランドの歴史をたどりながら、過去から現在にかけてグリーンランドとは一体どのような場所なのかについてね、動画を上げたんで、先にね、そっちの動画を見てから今回の動画を見てほしいんですけど、今回はですね、前回の動画でも触れたイヌイット族、こっちではですね、カラーリットと呼ぶみたいなんですけど、今回はですね、数千年も前から引き継がれてきた極寒のね、氷の世界での伝統文化を今なお継承しているね、カラーリットを深く見てみたいなと思います。さて、いよいよ長時間移動のスタートでございます。カラーリットが住む場所はここからプロペラ機で約1200キロ。グリーンランドの中でも最も到達が難しいと言われる場所を目指します。まずはイルリサットから中継地のウペルナビックという町へ。そこで乗り継いでさらに北の町を目指します。北極海と北大西洋の間に位置するここグリーンランドは18世紀から続くデンマークの統治を経て、1979年に自治権を獲得してから現在もデンマークの主権下にある自治領として厳しい自然とともに独自の歩みを続けてきた。島の約 85% 以上が氷床に覆われ、沿岸部では高さ100メートルを超える巨大な氷河が海へと崩れ落ち、無数の氷山となって海を漂い、北へ行けば行くほどまるで異世界ですね。はい、ということで皆さん着きました。ここがですね、世界最北端の集落の一つ、カナックでございます。現在の気温マイナス32度。で、今地図見ててびっくりしたんですけど、僕が今立ってるところ、なんと海の上で海が凍った上に僕が立ってると、海と地上のもう境界線が分からへん。まさにもう氷河時代でございます。カーナックはグリーンランドの北西部に位置する人口たった600人ほどの小さな町で、ここはグリーンランドで最も古いイヌイットの文化が残っている地域だと言われているそうです。そんなカーナックで今回彼がカラーリットの生活を紹介してくれます。 Thank you. My name is Shota. What's your name? Max. Max. Nice to meet you. 今から約4000年から5000年前、人類が初めてグリーンランドに到達するまでの過程で、北極圏では長い年月をかけて多様な先住文化が育まれてきました。中でも11世紀頃にアラスカ西部に出現したトゥーレ族はわずか100年という速さで北極圏全域へと拡大し、グリーンランドにまで到達したと言われている。トゥーレ族は現代イヌイットの直接の祖先とされ、この過酷な北極圏で彼らがこれほどまでに広範囲に生き残れた最大の理由、
それは圧倒的な適応能力で、彼らは犬ぞりや海役を駆使しながら移動し、大型の海洋哺乳類を仕留める高度な狩猟技術を確立していきました。さらに優れた組織力で沿岸部に集落を形成し、互いに協力し合うことで、より多くの人口を支える豊かな社会を築き上げ、そうして培われたトゥーレ族の文化こそが、現在のカラーリットの文化の生活の基盤となっているそうです。はい、今回はですね、NordVPN さんからの動画提供ということで紹介させてください。いつもありがとうございます。皆さんはホテルやカフェの無料 Wi-Fi をただで便利やからっていうことでそのまま繋いでいませんか？実は暗号化されていない無料 Wi-Fi を使うと、ハッカーは同じ無料 Wi-Fi を使っている人の個人情報を覗き見することができるそうです。世界中のね、多くの人が安全対策をしないままネットを使い、クレカ不正利用や SNS 乗っ取り被害に遭うまで機器に気づかずに使っていることが多いそうで、一方でネットリテラシーが高い人は無料 Wi-Fi は盗聴されるものだとして個人で対策してネットを使っているそうです。そしてそんなあなたの危険から身を守ってくれるのが自分専用のボディーガード NordVPN でございます。 NordVPN を使えばですね、通信を暗号で保護し、ハッカーから覗き見を完全にシャットアウト、あなたの大切なデータを守ってくれます。世界を旅してるね、僕もほんま自分の身を守るために毎日欠かさず愛用してます。自分のデータは自分で守る時代。概要欄のリンクからアクセスすると2年プランの大幅割引プラス4ヶ月延長、30日間の返金保証などもあるみたいなんで、ぜひチェックイットアウトしてみてください。ということで、バックトゥザビデオ。いや、正直ですね、こんな極寒の中ほんまにやっていけるのかっていう心配と、アドレナリンのギラギラ両方の気持ちでいっぱいでございます。カーナックの夏と冬の気温差はおよそ45度。1年の大半が雪で覆われるこの地では、冬の気温がなんとマイナス50度まで下がることもあるそうで、それに加えて太陽が全く昇らない極夜が数ヶ月も続きます。そんな世界で今でもカラーリットの人たちの生活を支えるのは伝統的な狩り。So what do you guys hunt normally? Tajalukka kannattit tauraqaqtit puisit ussuit sutam tissami linik tuttoqarpaa. So what's that for? This is for walrus. Okay. Oh wow. So the tip, detachable tip, Yeah. has a rope, very long rope, Yes. and in the other end of the rope, Yes. there used to be a big ball called buoy. That makes sure the animal will not sink when it dies. So you can see this; it's slightly bent here. So when it goes inside the animal skin Okay. into the body, rotate this tip so it will stay inside. So how they use that? Tis pinyak Okay. Wow. So the biggest animals, how heavy is that? missaanittaq Almost 1 ton. 1 ton. Yeah. So he has to hunt with other people too. No other hunter. Not possible to do alone. Alone. Wow. 彼らの狩りのスタイルは季節に合わせて変わるみたいで、海氷が溶ける夏にはカヤックや小型船で海へ繰り出し、大型の海洋生物を狙うそうです。僕らもね、おなじみのカヤックっていう言葉も実はイヌイット語のクワヤから来てるみたいで、狩猟用の船という意味だそうです。カヤックって狩猟用に使われてた船やったんや。そしてもう一つ、僕たちに馴染みのあるあの言葉の語源が実は彼らの服装にあるそうです。So what's the materials? una tuttuamia terinnia amiani puhialimaan te ennoami 彼らは動物の毛皮で作った防寒着をパルカと呼び、これは現在のパーカーの語源だと言われているそうです。So, wow. So this is a Caribou skin. Wow, it's quite soft. Wow. toyo Yes, inside. akolennoamia Oh wow.
白熊の、これが顔みたいです。めちゃめちゃ中はぬくいです。で、下は、これは白熊のスキンで、うわ、全然この触った感じが違いますね。こっちはちょっと硬い感じ、白熊の方が。密度の高い動物の毛皮は内部の水分を外へ逃しながら外からの冷気の侵入を防ぐ、いわば天然の撥水や透湿機能を備えていて、体温で温められた空気の層が断熱材となることで、このマイナス40度を下回る極寒にも耐えうるまさに最強の防寒着だそうです。So, which one is warmer? This clothes or our clothes? Like modern ones? This uko. That's much warmer. Wow, that's amazing. Yes. 今回ね、グリーンランドに入って靴、帽子、防寒着、ちょっとでも手抜くと体にね、かなりダメージを与えるとね、前回の動画、体調崩してね、経験したんで、追加でですね、防寒着とか購入したり、レンタルしたりしたんですけど、前回ですね、スバルバーラ行った時と同じ服装で来たんですけど、グリーンランドはほんま桁違い。体感温度がやばい。いやでも何千年も前から何もない時代ですよ。そんな時代からこの環境の中で生きていくための知恵ってすごくないですか？そしてカラーリットにとってこの過酷な極寒の世界での生存に不可欠な存在が犬たちだそうです。犬たちは単なる移動手段ではなく、その優れた嗅覚で獲物を見つけ出し、時には人間の目には見えない薄い氷や割れ目を敏感に察知し、たとえ激しい吹雪で視界がゼロになったとしても、本能で拠点までの帰り道を正確に導き出してくれるため、この北極圏で生きるカラーリットにとって相棒のような存在だそうです。How much temperature they can survive this dog? Yes. Houses. This should be. Sit off so good to see them eat one. ここにね、いる犬たちはですね、非常に特殊な犬の種類みたいで、何世代にもわたってね、この地域の冬の生存に不可欠な役割を果たしてきたみたいで、そのためですね、グリーンランドの北緯66度よりね、北ではですね、純血性を守るために、他のね、犬種の持ち込みがですね、法律で厳しく禁じられているとのことみたいです。犬も正直めちゃくちゃ楽しそうです。今から散歩行くやぞーみたいな、そんな感じですね。オスは喧嘩し回るわ。もう足絡まり回っとうわ。もうこれ大変やぞこれ。今回連れて行くのが14匹っていうことで、14匹を手なずけるのめっちゃ大変やで。So, are there any polar bear around here? Makami. Ano ka kaya taksin na? So, maungasisyung siya mo. Kama. Kaman kanasuking mo ni alisak to. Nanutuman ta ko siya. Yan wa kami. So is that dangerous polar bears? Ulo kaya lakto. Right. Pingak to me. Nakakoshoot to niyan. Oxy sa kam na. 今回目指すのは地上最大の肉食動物、ホッキョクグマの捕獲。準備が整ったところで、いよいよ氷の世界でのサバイバル生活スタートです。Oh my god! 今回の狩りの舞台はグリーンランドとカナダを隔てる広大な海、バフィン湾。その最北部に広がる全長100キロ近くの巨大な入り江には、シロイルカやセイウチ、北極クジラといった海洋生物たちが生息する、まさに地球の最果ての一つ。いや、もう僕ら今走ってるのは海の上ですよ。海の上でプラス風があるんで、もうほんま体感温度はもうやばいです。いったー顔サップー。 So how thick is the ice now? Meter siya. One meters. Almost 1 meters. いやもう鼻皆さん見てください。もう鼻凍ってますよ僕も。鼻が感覚ないっていう。で海がですね、凍るっていうことで
どないして食べ物とか他のサプライをここまで持ってくるんやろ。 At maalaga umiakso ka nga ay ito ka. Umiakso ki mo sa sittim pa rin asak sila yung chikita. あ、だからか。だからスーパーマーケット行った時にほとんど飯もなかったし、もう野菜なんか特にないですよ。もうガラガラやったね。なんでこんなスーパーマーケット食べ物ないんやろと思ってたんやけど、その影響やったんか。さて、まずマーカスさんが狙うのは分厚い氷の下を泳ぐ魚。凍った海に穴を開け、そこに専用の釣り糸を深く垂らしていきます。So, how deep is this? Fianno mito siya. 400 meters. Alright. Timaksuji nga. Okay. So how long he has to do like this? 40 minutes around. 40 minutes. わあ、 More than half an hour. 結構きついですよ。めちゃくちゃ腕の筋肉つきそう。 Kaya naman yung chimihala ito ko na. 思った。なっちゃう。Oh wow! Bass hook. Yes. 取れたのはオヒョウという北極海やベーリング海に多く生息する大型のカレイの仲間。豊富なタンパク質と脂質を蓄えた魚で、現在グリーンランドではエビに続く2番目に重要な輸出資源となっているそうです。うわー、めっちゃでかいな。Namin. 2、4、5、90ぐらいあるんか。90センチぐらいあるんか、これは。僕ね、おひょうって初めて聞いたんですけど、日本ではカラスガレー、寿司では縁側、あと煮付け用とかね、フライ用として多くね、日本にグリーンランド産のおひょうが輸入されてるとのことみたいです。いや、僕寿司の縁側大好きなんですよね。で、その縁側ってこういう魚でこういうところから取れてたんやって初めて知りました。おお、what's that? おお、見てください。これは一体何ですの？こんなも釣れるんや。見てください、この魚。絶対これメーター超えやろ。2、4、5。メーター超えでございます。 Don't touch its mouth. Yes. Bite your finger off. あ、いや。So Hariput, it's since long time Inuit was fishing that or no? Maka asuki. Maukihun na kayo siya. Siyak. Back then, for over 100 years ago, Yes. Inuit used more hunting as a main income. But this type of fishing was introduced by Denmark. Okay. Yeah. 1本目の動画で知った植民地化の背景。かつての生きるための狩りを外貨のための労働へと変えた。その現実を僕は今、まさに目の当たりにしています。この一面雪に覆われた凍った海で、もしも気づかずに氷の穴に落ちたりでもしたら命の危険にさらされる。そのためですね、カラーリットは僕たちが一言で雪や氷って呼ぶのも、その状態によって細かく使い分けているそうです。So we have Sikulyak, Sikuak, Pungutaset, Putak, Siku. And that's only for the frozen sea. Wow. Different kinds. 例えばですね、滑りやすい氷、熱くて安全な氷、危険なシャーベット状の氷、そして飲み水に最適な氷、空から降ってくる雪、そして巨大な氷山から小さな氷の塊、さらにはですね、氷の亀裂の状態によっても全て呼び名が全部違って、カラーリットの言語には雪や氷を表す言葉が50個以上もあるそうです。さて、この分厚い氷の下に潜むさらなる巨大な獲物を狙ってひたすら海の真ん中へと突き進んでいきます。
うわ、めちゃめちゃ目も凍ってるな。あまりにも寒すぎるんで走ります。I cannot breathe. はい、ということで皆さんここがですね、アザラシが取れるポイントっていうことで、まあこんな感じですごいでっかい山、岩で、こっちには氷山がある。もうでももしこれ夏でね、海やったら、カレンダーが強いと思うんですね。強いんで、すごい氷がボコボコした感じですね。で、ここに、彼はですね、アザラシの仕掛けを仕掛けてるということみたいです。So how he find out this area? Is there the seals? Piniaktuas uqtormikugamman qassusersorfigalugu pittaaqissu. From downstairs か。氷の下を泳いでいるのはワモンアザラシやズキンアザラシといった種類で、体長は1メートルほどのものから大きいものでは3メートルを超える個体まで生息しているそうです。The seals don't go to the surface of the ice in the winter because the water down there is warmer than the air. Than up here. Okay. If they go up to the surface of the ice right now, Yes. and their fur and skin is wet, it will freeze very quickly. Alright, so they stay in the water is better warmer. Yes. Oh, wow. 夏はカヤックや小型船でアザラシを追い、槍やライフルを使って狩りをする一方で、海が氷に覆われる冬には網を使って狩りを行うそうです。アザラシは氷に開けたわずかな穴へ息をするために浮上し、カラーリットはその習性を利用し、あらかじめ氷の穴の下に網を仕掛けて呼吸をしに来たアザラシを捕まえるそうです。There's a seal. He thinks it's Oh yeah, there's a seal. 예. something down there. Oh. Uisaqput. 暑いらしいです皆さん。凍えて死にそうやのに。そんだけ暑いねやっぱりこの服。こんな感じや。どうせもうカリブスキンでそんなめっちゃでもやっぱりすごい分厚いし、中はこんな感じ変わらんや。おわー。Tama kami. Iso ka diyan. まだちょっと柔らかいけど、でも中身はもうカチコチに凍ってます。毛だけがちょっと柔らかいって感じ。うわ、めっちゃ重たいわ。多分20キロ以上あると思います。30キログラム、もう40、50。めちゃくちゃ重たいです。うわ。カラーリとのね、狩猟には現在もね、守られてる厳格なルールがあるみたいで、まず資源保護のためにアザラシの子供を捕獲することは禁止されてるみたいで、でもネットかけとったらネットにかかるんじゃんって聞いてみたんですけど、ネットもですね、冬場しかしないみたいで、アザラシは冬に子供を産まないみたいで、ネットにかかる確率は絶対にないとのことみたいです。あとアザラシをね、仕留める時も耳の後ろなどのね、急所を一発で仕留めて苦しまないようにすることが、カラーリットのね、伝統的な、ルールだそうです。What's the seal for カラーリット？ Yes, pinangautaktuan nakasakattiu. Siusulaqtumineringilaqtiu. Tis qalernavertarpu taamat. Isaasalertu. アザラシは単なる食料ではなく、燃料や衣服、
狩猟道具の材料など、あらゆる生活を支える重要な存在で、彼らはそうした動物を敬意を払うべき尊い存在として崇めてきた。彼らの文化には万物に犬はと呼ばれる生命の本質が宿るというアニミズムの信仰が深く息づいており、かつてはシャーマンがイヌワと対話し、人間と自然界の調和を保ってきたそうです。そんな彼らの社会において、少年が初めて自力でアザラシを仕留めることは成人として認められる最大の通過儀礼とされ、そしてその肉は村の長老や親戚、コミュニティのみんなに振る舞うという教えが受け継がれているそうです。So when they catch the seal first time, did he do the ritual or something? No. Yeah, it's important. So, Oh. しかしこうした狩りは現在、動物愛護の観点から EU によって厳しく制限されているそうで、彼らは今も狩猟は文化的アイデンティティの一部であるという正当な権利を訴え続けているそうです。Meragassarta angaqqau. Puusi amerniaraangami. Ta bonusisisarniku. Aningaasarpaalurissuor taamanikku. Kin tassuat kiorlisiu tan atornartinneq. Aningaasarsiorni apparuissuarlun taamaallu. So now you can catch as many as you want, or Kissilersugaangis. The Inuit culture for many thousands of years that we should not catch more than what we need. Yes. Even though if we see many animals, we only catch those we need. And this way of getting food from is very sustainable and good for the environment and for Mother Earth. Yes. Because as we saw, we went here by dog sled. Yes. Cargo ships, they emit a lot of fossil fuels. Yeah. It makes the earth warmer, and these are endangered because of the global warming. So this is a sustainable way. 今回実際に現場に来て、彼らの生活、仕事、収入、概念などをね、生で見て、外からの目線でこれは悪ですって決めちゃっていいのかって感じさせられます。皆さんはどう思いますか？はい、ということで皆さん、狩りの方お疲れ様でございました。ほんまに寒い、やばい、過酷すぎるっていうことで、今晩はですね、この海の上でテント泊で一晩過ごすっていうことで、やばいでしょ、海の上やぞ、割れたらどないすんねんっていうか、もう寒くて、もう足の先と手の先が凍っております。もう動かないです。あいつさんもうレディ。皆さん、なんと中にはストーブがあります。やば。あ、でも大丈夫。もうすべてのものが凍ってるんで、僕も多分めっちゃ湯気出てると思うし、カメラも多分これはもう凍ってますよ。これカメラ凍っとなんかよう耐えてくれたな。カメラからも湯気が出ております。寒っ。そう、今回ですね、僕の靴だけなんでめっちゃ寒いのか分かりました。見てください。借りたやつなんですけど、こんな感じで中に入ってるやつが穴が開いちゃってるっていうね。だからかかととつま先だけめっちゃ寒かったよ。最悪やな。皆さん見てください。手が凍ってるんで、手から湯気が出てます。めっちゃ寒いぞ。まあ今なんですけど、足まず解凍して、で手解凍して、でも体の一部を解凍して、ようやく1時間後ぐらい温まってきて、カメラも、起動し始めたっていう感じでございます。これはニクックと呼ばれるいわば伝統的な干し肉。持ち運びやすく保存性も高いため、狩りには欠かせない食べ物だそうです。で、これ何の肉って聞いてみたらですね、一角みたいです。
で一角写真見してもうたんですけど、僕初めてそんな、生物がこの地球に存在するんやって、なんか絵本の世界だけかなと思ってたんですけど、ここに角が生えたなんかアザラシみたいな、なんかクジラみたいな、なんていうんですか、イルカみたいな。でこれちょっといただきます。あ、めっちゃ辛い。うわ、スルメや。結構生臭いな。なんか獣の味、海の獣の味みたいな。続きまして、イヌイトのこれがですね、ラクチュアリーな保存食ということで、It's called マタック。マタック、yes。マタック。マタックとはイッカクやベルーガ、北極クジラなどの川の脂肪層のことで、野菜の育てない極寒の地においてビタミンやミネラルを補給するための貴重な栄養源だそうです。Inuit used it as a fuel in their lamps before civilization. Nice. They could use different oils from different animals, such as seals, different seals, different whales, even caribou. And they say the oil from narwhal is the brightest. Right, so luxury. Yes. Alright. At the moment, it's without cooking, right? Yes, it's raw. Okay. ということで皆さん、いただきます。うわ、これは癖があるな。めちゃくちゃ癖ある。この上の部分すっごい油でまろやかな感じでとろける感じなんですけど、コリコリの部分ゴムみたいなところがある。2回目食べたんですけど気分悪なりそうI'm gonna vomit man ちょっと醤油とか塩があればもしかしたらマシかもしれないですけど、甘い感じ、これ油の甘みがめちゃめちゃ広がるんですよね、臭みとともに。これ俺きついわ。でこの一角もまたなんですけど、食べれば食べるほどめちゃくちゃ美味しいんですよね。もう熱燗か焼酎お湯割り飲みたいになってた。ほんま最高に合う。厳しい一日が終わり、ようやく体を温められる休息の時間。しかしハンターの一日はまだ終わったわけではありません。次の獲物を仕留めるための準備、それもまた狩りの一部なのです。 He put the bait fish to the hooks outside, 500 hooks per day, all alone, and he sells it to the factory for a very low price. デンマークでは1キロあたりだいたい74ドルで売られてるみたいなんですよね、このお標。皆さんなんぼだと思いますか？グリーンランドで1キロなんぼで売れてると思いますか？デンマークになんと1キロ 2.5 ドルですよ。 2.5 ドルですね。最近ちょっとプライスアップされて 3.4 ドル1キロですよ、お標。It's so dangerous. The climate here is so dangerous. They risk their lives to get those fish for little money to sell them to Denmark. It's so unfair that they have these conditions. 今からですね、夜のジョットスキーっていうことで、この狭い玄関に3人見えないから、ここに2人出る感じです。氷の上で。ああ、なるほど。海がだから入ってくるんか。いける。すごい。マットレスになるんですわ。まあでもテントの中はね、ほんまぬくいです。でも足場、下も氷なんで、海が凍った上なんで、下はめっちゃ寒いですけど、上はめっちゃぬくい。で、夜はですね、
そこにある書いたままで寝るっていうことで、これ書いたままで寝たら多分大丈夫じゃないかなと思います。どうでしょうか。今晩マイナス32度の中寝れるでしょうか。明日生きてることを望みますということで、おやすみ。はい、皆さんおはようございます。昨日の夜はですね、思った以上にめちゃくちゃ寝れました。寝袋の中もうパン1やったし、上は T シャツ1枚でめちゃくちゃ暖かく寝れたなっていう感じです。改めて今日朝起きて明かりが出て、俺らとんでもないところに寝とったんやなって感じさせられました。で、今日はですね、カラーリと最大の獲物、陸上最大肉食動物、ホッキョクグマっていうことで、グリーンランド周辺に生息するホッキョクグマは体重最大700キロ、体長3メートルを超える大型肉食動物。ホッキョクグマはアザラシやセイウチを狩る際に氷や石を道具として使うほどの高い知性を持ち、そのたくましく美しい姿ゆえにカラーリットは古くよりホッキョクグマをナヌーク、いわゆる神の犬と呼んできたそうです。Pigang ako ko yung amiya. So, akati ay ko amin. Nakalo sa. Do you often see polar bear winter or summer? Okay, kakati ko no sa pam. Gani awan nani awan naksul awan. Tako sitak to tak. Medjang daw na. 本来のねカラーリットの文化を知るためにホッキョクグマも見たかったんですけど、現在ですねホッキョクグマの狩猟は厳格に規制されてるみたいで、カラーリットのね伝統的な自給自足のための狩猟のみ認められてるとのことで、特別な許可資格を持つ人のみが行えるみたいで、特別な許可を持った人以外の同行は禁止されてるみたいで、今日はですね彼のみが狩猟に行くみたいです。ハンターは常にナヌークに対して特別な敬意を持って狩りを行うそうです。なぜならカラーリットの神話ではナヌークの魂は死後、自分が人間からどのような扱いを受けたかを仲間のもとへ報告しに行くと信じられているからです。敬意を持って葬ればナヌークは再び自分の元を訪れてくれる。そう信じる彼らは仕留めた後もナヌークを客人のように丁寧にもてなし、その命の循環を大切に守り続けているそうです。さて彼帰ってきました。残念ながら今日はホッキョクグマが姿を現すことはありませんでした。今回の狩猟はここまで。捕らえた獲物とともに集落へ戻ります。カラーリットの伝統文化はかつてデンマーク人宣教師の到来によって存続の危機にさらされた。しかしそれほどの試練を得てもなお、彼らの動物に対する深い敬意とその根底にある精神は失われることなく、今も家族や集落の人々との団らんの中で次世代へと受け継がれています。さて最後にですねハンターの家にお邪魔させてもらえるとのことで、皆さんあれがですね4日前に、捕まえた白クマっていうことで、 It was cut from up here to the head. It's so big, eh? Yes. Ano ako sa matinis yung mga liyo. すごいな。さて今アザラシの解凍が終わりまして、すごいプニプニですね。でも骨かこれ。結構ねプニプニですね。残
残念ながらですね、YouTube のコンプライアンス上、見せることできないんですけど、すっごい脂やな。いや、こんだけ寒い極寒の海の中で泳いでるからか。見た感じ、脂肪の方が筋肉より多いなっていう感じで、僕歴史調べた時に、昔なんでアザラシとかクジラとかでその油が取れるんかってなんかあんまり想像できてなかったんですけど、これ実際解体するとこ見て、あ、なるほどみたいな。で見た感じ、やっぱ魚では全然ないですね。普通に肉ですね。で肉の部分が結構黒いというね、もっと赤身なんかなと思ってたんですけど、めちゃめちゃ黒い。捕らえた動物の骨は道具に、そして皮は衣服に加工され、人間が食べられない部分はソリ犬たちの貴重なエネルギー源となるため、一切無駄にされることはありません。So without seals, Inuit couldn't survive. No. No. 비하약도안했으면 죽고. で、イヌイットの人たちのフリーザーはこれだそうです。すごくないですかね。すごい電気代も一切いらないナチュラルな冷蔵庫でございます。 Uti sama umingnya. Amma. 今からですね、カラリットの伝統的な食べ物を料理してくれるとのことみたいで、いやーありがたいですね。ということで、今回ね、取ったアザラシで、彼が4日前に捕まえた、白クマ、どんな料理が来るのでしょうか。うわ、すごいですね。見てください、皆さん。また北極熊の爪みたいです。北極圏で古くから使われてきたこのウルと呼ばれる半月型のナイフは、体重を直接刃に伝えることができ、凍った肉や熱い皮を最小限の力でさばくための知恵で、今もなお日々の生活で使われているそうです。ということで、これがですね、縁側ですよね。こんな感じでちょっとフローズンなんですけど、この醤油につけていただきます。めちゃくちゃ美味しいです。柔らかくて甘いですね。わーはい、ということで皆さん見てください。これがですね、トラディショナルなグリーンランディック料理っていうことで、めちゃくちゃ美味しそうです。めちゃめちゃいい匂いが漂っております。ということでいただきます。さて、まずはですね、皆さんアザラシ、今回取れたアザラシの方をいただきます。うわ、アザラシの脂めちゃくちゃ美味しいです。で、お肉の部分はツナっぽい感じ、なんかマグロっぽい感じなんですけど、肉みたいな、すっごい柔らかい。特にアザラシの脂の部分がたまらんな。めちゃくちゃ美味しいです。で、続きまして、これが白クマっていうことでいただきます。白クマは全然臭みがないんですけど、めちゃくちゃ歯ごたえがあって硬い。何回も噛まな飲み込まれへんぐらいです。ほんま白クマはほんまもうザ肉みたいな感じ。僕的にはでもアザラシの方が好きかもしれん。だからこのアザラシの肉はちょっとで、あとポテトとかあとご飯と絡めて食べるとすごい脂が引き立てられて美味しいですね。何世紀にもわたって継承されてきたこの狩猟生活も、現在グリーンランドでは伝統的なハンターが激減し、特に若者の狩猟離れが深刻な問題になっているそうです。その理由の一つが EU による輸入禁止処置。アザラシ製品の取引監視や獲物に対して厳しい捕獲枠が設けられ、かつてカラーリットと共に生きてきたホッキョクグマでさえ、現在は地区全体に割り当てられた年間捕獲枠はわずか9頭。ハンターの収入が激減したにもかかわらず、船の燃料代が高騰したことで輸送コストが跳ね上がり、島全体の物価も上昇しているそうです。
ilaatigu kissилers piniakkan kissилерsuinu qala ilaani ayukka pisasnuuttaami nuuttaattimaaqana isiginnainnaertoqqu ilaatigu pisassaarukkaagit。そして2つ目の原因が地球温暖化。カラーリットの土地は世界平均の2倍の速さで温暖化が進んでいると言われているそうです。ukiun kiussernaamma isikuniarsaarisarnera kiguariartuinnarami unamminartuuaamutaani sila apeqqutaasarnermi piniartuussagaani silarsuttumi piniarnaami aunnertara。こうした理由から若者たちは不安定な狩りよりも安定した収入が得られる都市部に移住し、漁業や工業、観光業といった職業に就く傾向が強まっているそうです。What do you think about the modernizations? Assangortinnerarsinnarpasingitaani innertuarmi sumilulliatuttara piniartuunermiaama soorluumassakku piniarnernermi inustissarsiuteqarmikkuga suusiimikkasaat tauqaanaamnukkatta aalisarnermi innerusumnius taama appaatigu nannunniarner maqaasinartaqalu. So why do you keep going your tradition? Nuannariga piniartu. むっちゃくちゃお腹いっぱい。今回ですね、アザラシ2切れと白クマ1切れ食べたんですけど、初めめっちゃ美味しいなと思って食べてたんですけど、すぐお腹いっぱいになるっていうね。やっぱあんだけの油なんで。でこんな感じで、今ですね他の、家族が集まってですね、近所の人たちね一緒に食べてるっていう感じで、一人の漁師が何か捕まえてくると、その周りの人たちがみんな集まって一緒に食べる、なんと温かくて、いいコミュニティでしょうか。What's your hope for Greenland? Soorami ayuminnerpaami nunutaqarfiluannertarpaa nerippuunammiersulivissasu. 今回実際にグリーンランドに来て彼らの生活を間近で見て感じたのは、そこにはメディアが発信する断片的な情報とは全く違う世界があることでした。地球上で最も過酷な環境で生き抜くために先祖代々受け継がれてきた伝統と精神、その一方で急激な近代化によって彼らが直面しているアイデンティティの喪失という深い影。旅を続けていると、こうした状況は決してここだけではなく世界中の至るところで起きていると感じます。今僕たちが求めている多様化とは一体何なのでしょうか。何百年もその土地に根付いてきた独自の生き方を古臭いものとして捨て去ってしまっていいのか。皆さんはこのグリーンランドの日本の動画を見てどう感じますか。動画がええなと思ったらチャンネル登録のほどよろしくお願いします。アディオースカラーリットヌナート。